ピンポーン、ようこそ秘密基地にいらっしゃいました。はい、ということで久しぶりのね、ブーブーラジオということで始まりました。てかちょっとマイクが遠いんですけど、いきなりグダグダオーラ満載なんですけど、大丈夫そうですか？皆さんついてきてますか？いや、貴様がだろっていう感じなんですが。はい、ということでちょっとカメラの位置もおかしいんでちょっと動かします。はい、ということでなんか変な反射もあって、なんか急にこうメガネがところどころなんか反射するんですけど、まあ気にせずやっていきましょうか。はい、ということで、今日もですね、もう8月も後半を迎えまして、もうすぐで本当9月になってしまうということでね、夏の思い出特集パート2やっていきたいと思います。皆さんからね、いただいてる夏の思い出、紹介できてないエピソードもまだまだあったので、今日はそちらを紹介しながら、ブー太郎の話もしつつ、なんかちょっと自由に進めていけたらなと思います。ではでは皆様、続きましてね、この BGM でいきましょうか。いつも通りね。はい。でも早速なんですけど、私今、お腹が空いてまして、さっきギリギリね、ギリギリって何の話って感じですが、マクドに行ってきました。で、っていうのも、マクドってさ、朝10時半まで朝マックじゃないですか。で、ブータラ結構朝マックが好きなんです。で、マフィンをね、特に好きで、グリドルも嫌いじゃないんですけど、断然マフィン派でブー太郎は。グリドルも美味しいんですけどね、甘辛いのがなんか気分によってね、食べたい時と別にっていう時がやっぱ出ちゃうんですけど、マフィンは常に食べたくなるというか、ということで、先にね、乾杯皆さんお疲れ様ですって言ったらまだ今日ね、こう多分動画上がってるのお昼だと思うんで、全然お疲れ様でもなんでもない多分ね、忙しい中って感じだと思うんですが、今日はですね、本チャンネルの方で、月 1YouTube ライブも夜に控えておりますので、皆さんぜひ本チャンネルの方にも今日の夜9時から、だから8月24かな、8月24日土曜日の9時頃から、ぜひよかったら遊びに来てください。で、アーカイブも残りますから、リアルタイムで見れないよっていう人はアーカイブぜひ見てください。はい。なんで疑問系だよね。見てくださいって見てくださいじゃなくて、見てください。何なんだこれは。ということで、コーラ先いただきましょう。うん。うまい。うまいね。コーラはね。もうコーラは本当にうまい。でもなるべく控えてるんですけどね。やっぱコーラとか飲んじゃうとどうしても太っちゃいますから。ね。っていうかもうほんと断然今最近もうね、出吹き突入で真夏やのにこれはいかん。もう食欲が止まんなくて。で昨日ゆうちゃろと、仕事終わりにご飯どうするってなって、久々お肉屋さん行くみたいな、覚えてますか？めっちゃ激安で、火曜日かな、火曜日に結構安く売ってるお肉屋さんがあるんですよ。っていうのも水曜日が定休日なんで、休み前にお肉を多分売り尽くしたいでしょうね。で、だから火曜日行ったら安いとこなんですが、昨日は金曜日なんですね。噛んだ。そう、昨日金曜日なのにそのお肉屋さん行って、もつ鍋でもするみたいな話から、焼肉の肉がね、割と安くで売ってたんですよ。また半額とかで。だから、ちょっと焼肉にしようってことで、急遽焼肉をしたんですけど、はい。今、匂いがね、この部屋の中にすごいこもってて、やっぱ家の焼肉ってさ、いろいろデメリットが多いね。と改めてやっぱした後とかに思う。すっごい油跳ねるし、めっちゃ片付け大変やし、で、結局ね、なんだかんださ、ガーって買ったら8000ぐらいいっちゃって、今回は。前回は割と安く買えたんですけど、今回はね、結構、買いすぎたっていうんですか。なので、もう普通に食べに行った方が楽やし、安かったんじゃね。しかも、結局美味しいんじゃねっていう感じだったんですが、そんなこと言っても仕方ないんでね。はい、焼肉を昨日楽しんだっていうお話なんですけど、で、今日はね、マクドナルド食べたいんですよ。私、朝マックの話から急に焼肉の話になって。何買ったかっていうと、まずじゃーん、ハッシュドポテト、セットなんで、これは強制的についてくるっていうか、これ美味しいよね。うん。でも、わざわざ頼んでまでは買わないかなって感じ。ね、じゃーん。ソーセージマフィン。これが一番ね、
なんだかんだ好き。まあでもエッグマックマフィン、卵入ったバージョンも好きなんですけど、やっぱソーセージ単品の方がこのマフィンを味わえるっていうかなだけだと思うじゃないですか。もう最近はさっきも言ったけどデブ機に入ってて、もう食欲がすごいんで、一番今日気になってたこちらじゃーん、なんでしょう。皆さん知ってますか？マクドナルドファンの人は知ってると思うんですけど、なんと朝マックにもね、期間限定の味っていうのがたまに出るんですよ。今やってる夜マックの味によっては朝マックも連動してるって言ったらいいんですかね。で、今もうだいぶね始まって時間経ったと思うんですけど、何でした？ロコモコバーガーっていうのやってて、で他にもなんかエビシュリンプ、ガーリックシュリンプと、でもう一個なんかテキサス系なんでしたっけね、なんかそれこそハッシュドポテトとお肉となんか乗ってるようなハンバーガー、3種類期間限定で出てるんですが、そのうちの一つがロコモコバーガーっていうのがあって、それこそほんとハワイのねロコモコをイメージしたソースもちょっとこう濃いめのバーベキューソースみたいなのが入ってて、で卵とお肉を挟んでるっていう感じのやつなんですけど、それのね朝マックバージョンがあるんですよ。ね、マフィンになってるっていう感じなんですが、ほら見て、ソースはこんな感じでバーベキューソースで、チーズと卵入ってて、パンはマフィンですよみたいな。で豚がさ、そのヒルマックのロコモコバーガーを、会社の N さんが買ってきてくれたことがあって、その時に結構うまいじゃんってなったんですよ。普段あんまロコモコ系って食べようってあんまなんないタイプなんですけど、豚のそもそもバーベキューソースがそこまで好きじゃないはちょっと違うな。好んでは選ばない。なんか他の味を選びがちなんですよ、比較した時に。全然好きなんですけど、そうだからあんまロコモコバーガーって期待してなかったんですが、結構美味しかった、個人的には。ってことでこのねマフィンバージョン食べてみたいと思います。いただきます。おいしい。やっぱ美味しいわ。このねバーベキューソースみたいなやつ、これがなんか絶妙に美味しいんですよね。最初甘さがガッてきて、そこからスパイシーな感じもくるんですけど、なんやろうな、ちょっとデミグラスソースはちょっと盛りすぎやけど、デミグラスソース感があるんですよ。ちょっとフルーティーな感じもあるっていうんですか。これがちょっとね味はしっかりついてるんですけど、後味もなんかそんなにめちゃくちゃくどくないっていうか、それが食べやすい。うまいね。最高だ。やっぱマフィン好き。結構さ、朝マックのマフィン好きじゃないっていう人もよく聞くんですけど、ブータロは好きだな。これはリピートしてもいいかも。このソースがやっぱ絶妙に美味しい。はい。ということで、ここで、いつものあれやっときますか。ブー太郎の CM コーナー。マクドナルド、マック、鼓膜、横隔膜、鼓膜、角膜、横隔膜。マックといえばさ、東京だよね。どういうこと？マックって言えば東京なんだよ。ここ関西だけど。そうだよ。関西ではマックって言わないよね。ああ、確かに。そう。だから、東京といえばマックなの。何それ？わー、ロコモコ、モコモコ、モコモコモッチング。ちょっとあかんな。腕が落ちてんね。エコーついたままやった。何今の。美味しくて先に進めない。もう企画変更する？今日はブータの朝マック食べてみた。もう何分？もう10分？ 3 分の1が過ぎた？
そろそろエピソード進めていきますか。皆さんからいただいたね、もう一口だけ食べさせて。いいでしょ。もう一口食べたくなるのがこのロコモコバーガーのいいとこなんだから、もうちょっとだけねえお願い、もうちょっとだけ、もう一口、あと一口、一口やめられないマクドナルドロコモコバーガー。マフィンも出てるよっていうことで、今の CM っぽくなかった？ということで、もう一口がやめられないロコモコバーガー、皆さんも気になったらぜひ食べてみてください。ということで、今日はねちょっと珍しく手抜きしちゃったっていうか、いつもノートに紹介するエピソードを書き写すっていうか、もう大体全部写してたんですけど、前回からちょっと時間がないという言い訳をして書き写せてないんですね、皆さんの。で、今日も始める前に書き写さないなと思ってんけど、この後ちょっと予定があったりとかしてゆっくりしてられないんで、ちょっとまたブータロがパッともう目についたエピソードを紹介できたらなと思います。では今日はちょっともう BGM 変えずにね、このまま行こうかなと思います。恋愛系は前回のねブーブラジオで夏の思い出の恋愛バージョンをやってるんで、気になる方は概要欄にまた URL 貼っとくんで、そちら見てみてください。では早速行きましょうかね。結構怖い系かなこれ。マリコさん、夏の思い出。娘が幼い頃、旦那と3人で川遊びに行った時のことです。旦那と娘は水着を着て少し深いところで遊んでいました。突然姿が見えなくなり、心配になって私も川に入りかけた時、ヘトヘトの旦那が娘を抱えて上がってきました。深みにはまって慌てたら娘がパニックになり、しがみついてきて2人で溺れそうになったとのことでした。周りにたくさん人がいたけど誰も気づいていなく、怖かった思い出があります。子供さんを川や海に連れて行くときは皆さん気をつけてくださいねっていう注意喚起のエピソードでしたね。でもこっち系結構いたと思うんだよな。本当にでも危険、特に川、海も怖いけどなんか海以上に川の方が怖いイメージがある。急にこう流れが激しくなるっていうんですかね。なんかゆるいなと思ってたらさ、あれみたいな、なんか急におかしいぞみたいになって、でそれこそね書いてらっしゃる通り、急にちょっとこう深いところに入ってったらこう抜けんくなって、抜け出せなくなっちゃうっていうパターンが結構聞くんで、ほんと気をつけましょう。誰か他にもね絶対いたんですけどね。ほんとすぐには見つけれそうにないんであれなんですけど、食べ出したら止まんない。どうしよう。秘密基地向きじゃないよね、食べ物食べるって。どうしてもさ食べ物に集中しちゃうもの。普通のさ編集する動画やったらいくらでもさねいけるんですけど、なかなか食べることに集中しだすと難しい。皆さんでもさ、今年の夏こそどうやったんですかね。ムー太郎たちはこの間も UV クッキングでさ、いろいろお話しさせてもらったけど、お盆休みにこんなことしたよあんなことしたよっていう、もうほんと大満喫で、家族ともね、もう言ってる家族とは旅行2回行けたし、ゴルフもできたしさ、いやうちのブータロの家族とはさちょうど再会して1年が経って、なんか不思議ですよね。1年かまだっていう気もするし、もう1年って気もするし、よくあるあるの表現ではありますが、早いようで短いとか短いようで長いとかさ結構あるあるなこと言っちゃうけど、でもほんとそんな感じで、なんか毎月1回は最低はどっか遊びに行ってるからさ、うちの家族ともやっぱ濃い時間を過ごせてるんで、なんか
もう1年じゃ聞かないよねっていうぐらい濃い時間を過ごしてる感じもするし、でもなんかつい最近再開したよねっていう気もするしっていう感じでね。そうなんですよね。もうびっくりですよ。もうほんとありがたいですよね。こうやって家族時間もこう暮らせてますから。でゆうちゃろうと2人でね行った夏の思い出といえばやっぱ花火とかも行きましたし、今年意外とちゃんとゆっくり2人でね見に行ったのも本当に稀。なんかゆうちゃろう曰く1回行ってんじゃないか疑惑はありますけどね、どうなんでしょうね。あとそんな中花火のエピソードありますね。ちょっとこれ行きましょうか。じゃあピンポンおはようございます。おはようございます。いつもありがとうね。みんなピンポンって言ってくれるの嬉しいんですよね。ブーちゃんの過去の話楽しみですって。あんまり結局できてないけどね。3つぐらいか。夏の思い出は昔隅田川の花火大会の観覧席が当選したことです。すごい嬉しくて浴衣を買ったり当日を楽しみにしていました。しかし結局ゲリラ豪雨で中止になったんですよね。もうショックすぎたよ。今でも夏の思い出として忘れられない思い出になっています。その後毎年応募しても当たらなかったクスクスクスということで、マジか、これ結構ショックだね。隅田川ってめっちゃ綺麗なんでしょ、花火。確か違いましたっけ。ブタロもさ、この間淀川の花火行ってきたけども、淀川もすごかったけど、あとよくなんかショート動画とかで上がってくる長岡でした。あの花火めっちゃ綺麗ね。なんかもう空一面にガーってさ花火があるっていうので、花火ってやっぱなんか夏の風物詩ですよね。やっぱなんかすごい切なくもなるし感動もするし、なんかいろんな感情にさせてくれる。それこそ過去のね思い出とかも蘇ってきたりするから、なんか花火って不思議な力があるなと思うんですけど、いやーそれにしてもショックですね。せっかく当たったのに、もう人気の花火大会ってほんと席取るのだけでも大変やったりするじゃないですか。なのにゲリラ豪雨、もうそれはテンション下がるよ。だってせっかく浴衣も買ったんでしょ。もう気合入りまくりやったわけじゃん。それはショック。しかも未だに当たらないっていうね。もうそれは恨みですね。わかります。ブー太郎も過去ね、ゆうちゃろうとは行ったことないんですけど、ちょっと別のね、ダブルデート、行ったことがあって、滋賀のね、琵琶湖の花火大会もめっちゃ綺麗なんですよ。で、そこを有料席で、撮ってね、2回ぐらい行ったんかな。2年連続で行かしてもらって、でその時に結構花火の概念って覆されたというか、やっぱさ、もう花火大会ってさ綺麗なんですけど、やっぱ人混みがすごいじゃん。でもなんかもう人混みをこう味わってまで見に行きたいかってなると結構さ悩みがちじゃない。豚は人混みがあんま好きじゃないから余計かもしんないんですけど、でさ、でもなんだかんだ文句言いながら行くんですけど、で花火もさ、こう豚の地元ってそんな都会じゃなかったので、なんかそのちっちゃい、ちっちゃくもないんですけどね、豚の時はなんかあれがすごい大規模なお祭り、夏祭りって感じのイメージやったんですが、世間はね広いですから、こう広く見た時になんかしょぼい祭りやったんやなって今は思うんですけど、でもね花火があること自体がすごい嬉しかったというか。だけどさ、やっぱ地元の花火ってなんかもうなんていうの、そんな激しいのがもう最後にちょっとあるぐらい連続でパン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 みたいな感じやからちょっと飽きてくるんですよね。こんなもんだよね花火みたいな。なんだかんだ綺麗とは思うんやけど、でもなんかもっとすごい花火大会がやっぱあるっていうのを大人になるにつれてどんどん知っていくわけじゃん。で、琵琶湖大会の花火大会ってどんなんなんやろうと思ってさ、もう見たら本当に覆されたっていうのを、今までの花火は何だったんだって思うぐらい、その淀川花火とかも見に行ったことあるけど、やっぱ有料席で見ると全然さ、こうやっぱ違うんですよね。そう無料で見れる良さもあるんですけど、やっぱお金を払ったら払ったでやっぱちゃんと綺麗にこう迫力が違うっていうのかな。で下の花火も綺麗に見えるし、もちろんで今回さ、今年の夏行った淀川花火大会もお金払わずに行ったからさ、やっぱそこで見るとやっぱ結構下が見切れちゃうんですよね。だからなんかこう政治家の人を誰かがこう府庁やったかながこう上げてた淀川花火大会の動画見たら、プータローたちが見た花火と全然違くないってなって、下もこんな迫力あって綺麗なんやと思って、やっぱ有料席で見る花火大会はちょっと、お金は結構しますけど、それぐらいの価値はあるかなってプータローは思わされましたね、琵琶湖の花火大会で。でなんかすっごい余韻にも浸ったし、なんかすごい感動したのを覚えてるんで、またねゆうちろうともいつか
有料席から見るのもありかなっていう気はしてますね。でさ、さっきの溺れた話のさ、そう、他にもね、誰かいたかなと思って今、だーって見てるんですけど、なんか川溺れた系もう一人いた気がしたんですけどね。あとは、あれですね、ちょっと溺れた系ではないけど、この夏の思い出は、菊蔵さんね、旦那さんと蜂の巣駆除をしたこと、アリ駆除スプレーしかなくて効かないから2人でパニック、危ない、大笑いやったって。ブー太郎さん、これさえあればって思い出あるっていうことで。そう、いきなりちょっと川の話から変わりましたけど、それこそね、溺れた時は浮き輪さえあればと思うけど、それとは別でちょっとまた用意しましょうか。いや、怖いよ、蜂気をつけて。でもね、巣駆除するのブー太郎も、そもそも蜂がもう苦手なんで怖いですけど、アリ駆除スプレーでよくやったね。すごい勇気をたたえるわ。でも無事多分ね、怪我もなく終われたんやと思いますけど、ほんと蜂も舐めてたらマジで怖いからね。これさえあればという思い出か。なんかあるかな。でもそれこそさ、もうほんとあるあるネタやけど、ブー太郎は。結構散歩中に、こう漏れそうになったことが何回かあるので、犬の散歩中とかに、ね、実際漏らしたこともあるからそういう時になんかもう、おむつさえあればとかも思ったことあるし、なんやろうな。なんか、これといった面白いエピソードが出てこないのが悔しいな。これさえあれば。また考えとこう。あんま思いつかへんな。絶対あるんでしょうけどね。やっぱこういう時にやっぱちょっとテレビのオファー来た時に困るね。こういう頭の回転が速くないとさ、やっぱ呼ばれないよね。いや、呼ばれる前提なんでいつまでもこうオジドルないのでブー太郎って発想がなんか芸能人気取りじゃない本当に今更やけどなんでこうテレビで呼ばれると思ってる前提でこんなこと話してないのあかんなって。こんな頭の回転の悪さじゃ呼ばれへんなとかって、そもそも呼ばれませんからっていう話ですからね。これさえあればか。だけど、でも、ちょっと全然違う視線からいくと、夜のエピエピとか、こうしてる時とかに、ブー太郎がこうさ、早くやっぱゆうちゃるより行きかけることが多いので、なんかそういう時になんかちょっとこう、なんていうの、プキンってもう出そうになってるの、プキンって、もうなんか強制的に止めてくれる道具はちょっと欲しいですね。早漏対策として。はい。で、治療さん、ゆうちゃるって多分治療だと思うんですよ。最近気づいたんですけど、そういう人のあれをこう逆に広げる道具。ね、そういう道具があればいいなと思います。なんかちょっと趣旨変わってきたな。変わりましょう。やめましょう。はい、そうですね。なんかいろいろあるんですが、そう、溺れた系の話で言ったら、ブー太郎もさ、昔ね、結構家族でまだ家が裕福やった時、うちのそういう時にホテルとか夏とかやっぱ行くんですよ。お盆休みとか、お盆休みやったかな、なんかわかんないけど、よく行って海とかプールあるとこに。で、なんかさ、一回だけめちゃくちゃ深い、まだちっちゃかったんでね、ちっちゃくなくてもあれはめっちゃ深かったと思う。もう完全に足がつかないようなプール、があったんですね。で、そこでもちろん浅いとこもあったんで、最初浅い方のねプールで遊んでたんですけど、お兄がうちいるんで、お兄がこうあっちの深い方行くわっていうか、ブー太郎もやっぱさ、一人は嫌やからお兄の方についていくわけじゃないですか。んで、お兄はなんか器用にこう、足をつかへんなりになんか泳いでて、で、ブー太郎も恐る恐る入ったら泳げたんやけど、なんか途中でなんかこうさ、冷静になってさ、こう止まっちゃったよね。なんかずっとひたすらこう足つかないなりに泳いでたら全然いけんねんけど、ちょっとこう息がだんだん続かなくなってきた瞬間に、あかん、しんどいってなって止まっちゃったわけよ、そのままポッて。で、その瞬間になんか急に、そういえば足つかへんねやっていうことがなんか冷静になっちゃって、冷静になったらあかんのに、冷静とかパニックになってんのか、冷静じゃねえねで、そこでうわつかへんねやと思って、で今息しんどいのにつかへん、やばいってなった瞬間に、なんかもう全ての機能が停止してさ、もう体が一気に重たくなっちゃって、なんか変な力が入って
こうね、軽くしてたら体勝手に浮くじゃないですか、プールとかでも。なのになんか変に力を入れてるから、もうパニックで、もうどんどんなんかこう溺れていく感じになって、でその瞬間にさ、お兄がこう近寄ってきてくれてもうお兄を沈めるかのように、あれさ、あかんねんけどさ、よくあるあるなのよ。なんか溺れてる人はもう必死やから、その助けに来てくれた人ももうこう、なんていうの、縦にガーってもう息しようとしちゃうから、その助けに来た人が亡くなっちゃうパターンって多分結構あるんですよ。だからお兄がさ、もう焦ってそこからもう突き放されてさ、パーンってもう、でお兄は一人で泳いでっちゃってんけど、もうブータロもなんかちょっと息できたから、はっってなんか急に息できた安心感でこう泳いでね、なんとか助かったんですけど、なんかちょっとプチ溺れるってこういう感じなんやっていうのを体験したことがありますね。懐かしいです。はい。まあそんな感じで、そっか、これね、なぜ男性に行ったのか聞きたいですっていうこの過去トークね、ここについてね、ここに答えはあれなんですけど、多分喋りたいですね。また過去話特集としてね。可愛いエピソードもありますね、これ。小学校の頃に親に内緒で自転車で海へ行って貝殻を拾ってきたこと。めっちゃ可愛くない？この夏の思い出。親になって子供が海に行くというとめちゃくちゃ、この怖いが印象に残ってるこの方かも。親になって子供が海に行くというとめちゃくちゃ怖い。溺れたり海流に流されたりしないかと心配で仕方がない。そんなことをやってたのかと今反省しています。お盆には必ず旅行に連れて行ってもらってたのも思い出だわということで、素敵。毎年ね、思い出のお盆休み旅行。やっぱお盆休みは旅行行きがちですからね。やっぱ嬉しいよね。なんか今までもやっぱ思い出残ってるもんね。両親と行った旅行も。なんかああいうとこに行ったなとか。うちらもなんか、完全にね、明白には覚えてないけど、やっぱ記憶残ってるので、やっぱ旅行ってすごいことなんだなと思うんですけど、そんな中でもね、わかりません。小学校の時ってやっぱ怖さがないから、もう興味が勝ってね、大丈夫と思って行っちゃうけど、確かに親になった時に、そんな小学生の子供が一人で海とか行かないでほしいってなるよね。やっぱそんなもんなんですけど、やっぱこう、巡り巡ってるって感じですかね。だから多分そうだ、こういうエピソードを見て、他にも溺れる系のエピソードあったなっていうのはここかな。はい。じゃあもうちょっと最後、まだまだあるんですけど、ちょっと夏の思い出特集はもうこれぐらいにして、最後もう一人、紹介できたらなと思うんですけど、どの人にしよう。どうしよう。あとこれね、ブータロさんに聞きたいことは、ゆういちろうさんと何回目に会った時好きと確信しましたか？この辺も過去シリーズで書いとかなきゃですね。ちょっと今ノートがなくって、メモしとかないと忘れちゃうんでね。さっき何でしたっけ？なんで男の人に言ったか。なぜ男性。これはでもね、ちゃんとした答えは出せなさそうだな、結局。あと何でしたっけ？何回目で好きと確信したか。この辺もまたね、8月中に語りたいね。OK。ちょっと覚えときます。もう一人、もう30分になっちゃうからね、もうそろそろ終わらなきゃいけないので。いつも追われてないくせにね。ねそっか、自分のコメントに来てる人がいっぱい来てたんだよね。そこを紹介しましょうか、じゃあ。いきます。夏といえば今の仕事に必要な資格試験が毎年夏にあり、この試験突破のために今までで一番勉強したことが思い出、最初は落ちたけどその時一緒に頑張った仲間は何年経ってもお付き合いが続いています。今年もこの時期会社で話題になり、その時のいろいろな気持ちが思い出され初心に帰ります。素敵だね。こういうさ、いいよね。だからさ、またちょっと話変わるっちゃ変わるけど、やっぱ部活とかね、ブー太郎って帰宅部だったんですよ。こう青春、中学校とか、新聞部にちょっと入った時もあったけど、もうすぐ辞めたし、で高校の、陸上部っていうのも、夏休みわざわざ来るとかはしなかったんですよ。なんかもうほんと身内でなんかちょこっとやってるような本気の部活じゃなかったんで。だからさ、なんかこういうさ、勉強のこの仲間とかもそうやけど、やっぱこうなんかのこの決まった期限で集中して何かを目的に一緒に頑張った仲間っていうのは本当に青春なんやろうなっていう、なんかすっごい貴重な経験をできたいのな、だからすごい羨ましくなるんですよね。ブー太郎が意外とこういうことをやったことがなかったので、唯一あるのがその文化祭とかでさ、一つのこの劇を作ったりとか、なんかそういう時にこう
ね、団結してなんかやったりとかした、ダンスとかパラパラとか歌の高校の時とかやったかな。ソーラン節とか。なんかああいう時ってさ、めんどくさって思うねんけど、やっぱりでも終わったらすごいさ、なんか達成感っていうか、なんかそれのなんかこういう部活版とか勉強版、資格とかになってくると、よりさ、もっと頑張らなきゃいけなくなるから、なんかすごい、ね、その時は辛いだろうけどさ、めちゃくちゃいい経験だったなって絶対思うんやろうなって、やっぱ忘れないんやろうなって思うから羨ましいなって思っちゃいますね。ね。じゃあもう一個いきますか。もう一つこれね、来てるんでもう一個行くのかよっていう。夏休みの思い出、父の仕事は平日休みだったから長期休みになるといとこの家に泊まりに行っていない時がいろんなとこ連れてってくれました。連休も取りにくかったみたいで、早朝出て帰りは夜中になったり、休み前日の仕事終わりからそのまま泊まりがけで出ていくことも、普段なかなか遊びに連れてってあげられないからと時間作った思い出をいっぱい作れたことを思い出します。ってなんか父はもういないように聞こえるね。84歳。めっちゃ元気で見た目も若く見えるらしく、どうかしたらご主人って言われるのが複雑。へえ、すごい。お父ちゃん若いんだね。ご主人に間違われるぐらいってすごいなんかいいじゃん。かっこいいお父さんだったんだね。でも素敵ですね。でもこれあるあるかも。なんかすごいさ、子供ながらにこういう時って嬉しいんですよね。なんかこうさ、やっぱもう寝る時間とか決められてたイメージ。ブータローの家も結構さ、もう寝なさいってなったらなんか絶対寝なきゃいけない。で、今夜な夜な結局寝ずにお兄と同じ部屋やったんで、なんかそれこそぬいぐるみ遊びとか、なんかいろいろして、で、もう結局声がうるさいからさ、だんだんヒートアップしてて、で、親が気づいて、早く寝なさいって言ってるでしょとかやって怒られてる思い出がすごいあるんですけど、そんな中でもやっぱ旅行っていうさ、こう、特別というかちょっと夜更かしちょっとしていいなんかあれがあるじゃないですか。だからワクワクしますよね。ね、いいじゃないですかっていう感じで、ちょっと他にもね、いろいろエピソード書いてくれてたのにちょっと紹介できなかった人は本当申し訳ないんですけど、夏の思い出ざっと紹介させていただきました。前回は恋愛編のね、夏の思い出もあるんで、ぜひそちらも見てもらいたいんですけど。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ちょっと今日は淡々とナチュラルに終われたかなと思います。はい、CM もちょっと不評だったんじゃないですか。ちょっと今日は、あれ、ブートロあまり面白くなかったよって感じだったかもしれないんですけど、許してください。はい、ということで締めに行きたいと思います。すごくない今日は割と30分弱で終わることができました。ということで、エンディングの曲が見つからないんですけど、どこに行ったんですかね。あった。行きます。はい。ではでは皆さん、久しぶりのブーブーラジオいかがだったでしょうか。またね、来週はちょっと考えてるのが、覚えてる最近、自分のファーストキスエピソードを語らせてもらったんですね、過去編で。だけどあんまり再生回数なぜかされていないっていう、ちょっとなんか複雑なブータのファーストキスみんな興味ないと思って、ちょっと今日概要欄貼っとこう。なんで、みんな、みたいな感じなんですけど。次は皆さんのファーストキスを、聞いてみたいエピソード。なので、今日のこの動画のコメント欄にちょっと書いといてもらうか、また来週の木曜日の動画で募集するんで、改めて、そっちに書いてもらってもいいんですけど、どっちかに書いてもらったら、また金曜日、皆さんのファーストキス特集を紹介したいと思っております。ではではでは、皆さん本当長い間ありがとうございました。私は、今本当すごい朝マックを全部平らげたい、早く食べたい気持ちが強くて、早く終わらせたいっていう気持ちでいっぱいです。申し訳ないです。ではでは、ありがとうございました。夜は本チャンネルでお待ちしてます。生配信。よろしく。せっかく綺麗に終わらそうと思ったら音楽ちょっとなっちゃった。じゃあねバイバーイ。なんで急におねえな今。バイバーイ。See you again. バイバーイ。鼻にかかるからおねえっぽいんやろね。バイバイ。男っぽくなりたいんやけど、ブー太郎。ちょっと演技の練習もしとかなあかんや。でね、なんか、最近さ、会社の先輩とね、ちょっと話してたのは、ブー太郎は手もほげてるっていうか、こう動作、首もほげてるみたいな。なんかブー太郎ってこう喋らなくても、なんかこう動きにも、ほげてるっていうのはちょっとおねえっぽいみたいな感じ。喋り方でほげてるっていうのはさ、ねえねえあなたみたいな、こう二丁目とかにいそうな人。こういう感じがほげてる。で、体のね、こう手がほげてるとか、首がほげてるとかいう使い方も最近するらしくって、確かにブー太郎こう、こんなんとかさ、こんなんとか、もうこういうのでこう出ちゃってるみたいな。そう。もううるさいよね。はい、またこの辺に関してもまたいつか喋ります。じゃあ、バイバーイ。バイバイ。かっこよくは、バイバイ。違うな。
難しい。これ今度また練習しようみんなで一緒に。